ですね、富士フイルムの X100V っていう新しいカメラを買ったので、開けていきたいと思います。新しいカメラの、富士フイルムのこの X100V っていう、コンパクトデジタルカメラでいいのかなを買ったので、今日開けてみました。はい。で、今日はこの X100V を買った理由と、なぜこれにしたか。例えば、富士フイルムでしたら XE4 かな XE4 があって、最近ですとニコンのなんだっけ、ZFC かな ZFC も出ましたし、噂ではありますけど、ソニーの、ZVE10 かな ZV-1 の後継機って言われているAPS センサーのね、カメラが出るっていう中で、なんでこの富士フイルムのその1年前に発売された X100V を、買ったか、ちょっと今日はね、それを話していきたいなと思います。まずその買った理由を話す前に、まずその僕が今持っているカメラのね、保有カメラをちょっと紹介したいなと思います。まず僕が持っているのは富士フイルムさんの GFX100S を持っていて、あとはソニーの α シリーズの α7S3 と α7R4 と α7-3 の、フルサイズのカメラを3台持っていて、あとは RX シリーズの5と6かなを持っています。あとは ZV-1 を持ってます。で、あと細かいその小さいカメラ、そのアクションカムとかもあるんですけど、今回はねあまり関係ないのでちょっと省きますが、大体持ってるカメラってそういう感じです。フルサイズと中盤センサーと、あとは1型の小さいコンデジですね。はい。で、普段僕がどんな写真を撮るかっていうと、動画も撮るんですけど、動画とかね写真撮るかっていうと、例えば写真だったら天の川とか星空とか、例えば夕日とか、なんかそういうのをねよく撮るんですけど、どちらかというと結構その気合を入れて撮るような写真がメインだったんですけど、最近ちょっとその日常のね写真もね撮りたいかなと思ってきて、例えばその家族でどっか行った時とか、その辺散歩に行った時とか、食事に行ったとかね、そういう時に気軽にね、なんかその日常を撮るようなカメラが一つ欲しいなと思って、でその時に例えば α7 の α7R4 とか α7S3 とか、持っていけなくはないんですが、レンズもあるし、ましてやその GFX100S とかの中盤センサーのカメラってとかですとものすごいでかいので、それをねなんかその普段気軽に持って行って写真撮るっていうとちょっと難しいかなと思っていて、そういうこともあって、もう少し小さいカメラで、かつそれなりに撮れるカメラがあったらいいなって思ってました。でそんな感じでカメラは欲しいなと思ってたんですけど、その時に候補に上がったカメラっていうのが何点かあって、でまず一番初めに候補に上がったのがこの富士フイルムの X100V、 これですね。はい、これがまず初めに出てきました。富士フイルムを最近買ったっていうのもあるんですけど、写真機として欲しかったので、デザインもかっこいいし、これいいかなと思ってて、まずこれが候補に上がりました。で、富士フイルムを探すと、あとはついこの間出た XE4 かなっていうのが出て、GFX100S と同時期に出たカメラで XE4 っていうのがあって、それもねボディ自体はこの X100V よりも小さくて、それもいいかなと思いました。あとは、買う前に直前に出たのがニコンさんの、ZFC っていう、これも APS-C センサーサイズの、カメラですよね。
それとあとはこれも本当に最近話に出てたソニーの ZV-E10 っていう、ZV-1 の後継機の APS-C だろうと言われているカメラです。はい。でソニーの方はなんか延期されちゃったみたいなので噂でしかないのでわからないんですが、その4つですね。X100V、XE4 富士フイルムの XE4、あとニコンの ZFC、 そしてあとソニーの ZV-E10 っていうカメラ、この4つを、僕は気軽に写真を撮るために、候補として上がったのがこの4つです。はい。それでその4つの中でなんでこの X100V これを選んだかっていうのを今から話していきたいと思います。で、僕の持っているカメラ、保有カメラっていう前提があって、僕が今何を撮りたいかっていうのが今まで話してきたんですけど、それを踏まえて言うと、まずカメラは手軽に持ち歩きたいっていうのがまず第一で、それなりに綺麗に撮れる、カメラっていうのが、僕の求めているカメラでした。でまず XE4 ですね。 XE4 とこの X100V の違いっていうのは多分性能的にはセンサーサイズとかその中身はねほとんど同じみたいです。で何が違うかっていうと、レンズ交換ができるかっていうのが、X100V と XE4 の違いなんですね、主に。細かい違いは多分あると思うんですけど、大きく見るとその違いですね。はい、でニコンも、ニコンの ZFC も同じく、レンズが交換できる。でソニーの ZV-E10 も多分そうだと思うんですけど、この辺はちょっと分かんないんで何とも言えないですが、おそらくそうじゃないかと思ってます。はい。でレンズを取り付けるのもいいんですけど、まず手軽に持ち運ぶ時にレンズがあるとまずポケットに入らないので、レンズをつけるにしてもパンケーキレンズじゃないとダメかなってまず思いました。でXE4 とニコンの ZFC のレンズをねちょっと調べてみたら、パンケーキレンズあるんですけどF 値とかが確か 2.8 とか4とかちょっとね明るく撮れるレンズがなかったんですよ。多分ねおそらくですけどなかったんです。それでこの富士フイルムの X100V っていうのはF が2で焦点距離がフルサイズ換算で 35mm なのでF2 なので結構ね明るいレンズですし、ボケもね結構すると思うんですよ。 F が F2 まで行くので。なのでこの X100V についてるレンズと同等か、またはそれ以上のレンズがないと XE4 とかニコンの ZFC とかは選べないかなとちょっと感じました。まずレンズが小さくないといけないっていうのが今回の僕の目的だったので、なのでもちろんレンズを大きくしたらそういういいレンズいっぱいあるんですけど、パンケーキレンズとか小さいレンズに限って言うと XE4 もニコンの ZFC も僕は見つけることができなかったんですね。ということで、まず富士フイルム X100V かなっていうのにほとんど傾きました。はい。あとはレンズ動向の話ではなくて、そもそもレンズを交換できることっていうのはメリットデメリットがあって、メリットはやっぱりいろんなレンズを試せるので、いろんな画角とかいろんなねレンズを試して写真の幅が結構広がるんで、レンズ交換できた方がいろんな写真を撮れると思うんですよ。そういう点はすごくメリットは大きいと思うんですけど、デメリットももちろんあると思っていて、デメリットはレンズが交換できるがゆえの悩みというか、ソニーとかですと僕は結構レンズ持ってるんですけど、旅行とか撮影に行く時に結構ねレンズがいっぱいあるとどれを持っていこうかって結構悩むんですよ。
あれもいいかなこれもいいかなみたいな。で結局何本か持っていっても使わないレンズって結構あったりするので、そうすると荷物だけが増えて結構大変だったりするんですね。でそれはレンズを交換できるから生まれてくる悩みであって、意外とそれがねストレスになったりするので、レンズを交換できるデメリットっていうのはそういう悩みが生まれてしまう。はい、で逆に言うとこの X100V のようなこのレンズがね、これレンズくっついてるんですけど、ここにねで取り外しはできなくて、もう 35mm フルサイズ 35mm の F2 のレンズ、これだけしか撮れないんですけど、これってもうこれだけしか撮れないので、もうその悩む必要がないんですよ。ってことはもうこれをパッて持っていくときにレンズ悩みをする必要がない。要するにより気軽に持っていけるカメラが僕はこの、レンズ一体型っていうのかなっていうカメラだとのメリットと思ってます。そういう感じで、今回この富士フイルムの X100V を買ったので、これからはねこれで適当っていうか、日常のね写真を、気軽に撮っていけたらなと思います。このスッと持っていけるような、デザインですよね。そのレンズが交換できない、でもそこそこ明るいレンズがついていていい感じに撮れると。で一応この多分クロップをしてズームみたいな形があるんですけど、要するにデジタルズームだと思うんですが、そういうのもあるので、50mm とか 70mm だったかなとかの構図も一応撮れるみたいです。ただ多分それおそらくただクロップしてるだけなので、画質的にはそんなによくはなってはいないと思います。そんな感じでX100V 買いました。ただその今回比較したこの XE4 と、ニコンの ZFC と、あとソニーがあるんですけど、ソニーはおそらくねVlog カメラだと思うので、写真機としては多分違うんじゃないかなと思って、今回はあんま見ずに外しました。で今回はね僕はこの X100V というのを買いましたけど、 XE4 とかニコンの ZFC とか、そのソニーの ZV-E10 とかっていうのがその X100V より劣っているとかそういうわけではなくて、今の僕のそのカメラの保有の状況とか、あとは撮りたい写真とかそういうタイミングで、たまたまこの X100V これが良かったってだけなので、全然その XE4 でもニコンの ZFC でも全然ありだと思います。そちらももちろんいいカメラだと思いますし、撮りたいものが何かによってそのカメラの選択って変わると思うので、そちらを選ぶ人はそれで全然ありだと思います。なのでその良し悪しではなくて、僕のタイミングで僕がなぜ欲しかったかっていうのが、今回の話ですね。はい。なのでこれからは、これで写真をちょっとずつ撮りつつ、多分インスタグラムかなんかにあげようかなと思うんですけど、僕のインスタグラムは結構その天の川とか夕日とかね、そういう写真をね GFX100S とかで撮った写真とかを載せてるんですけど、それとはもしかしたら違うアカウントでコンデジ用のアカウントを作って載せるかもしれません。